山口さん、卵かけをお願いします。2つお願いしますね。うん、美味しい。がその場所に行かせてもらって最後のお別れしようって、そこでもおばあちゃんの昔話がおばあちゃんのことについてこんなことあったよねとか楽しい会話になってるんですね。修行してやったのはお前が初めてやって、お前が一番弟子やって言ってくれたんですよ。3月10日にお亡くなりになられました。おばあちゃんはたくさんの教えを僕にくれました。幸せなるうどん屋さんの作り方いっぱい教えてくれました。どんなうどんって、美味しくて楽しくて笑顔になれる、幸せ感じる、そんなうどんです。ありがとうございます。今日も忙しそうです。鶏天です。大体どのくらいの鶏肉仕込むんですか12キロぐらい。もうちょっと置いときます。今日は2回練りますね。だいたい150食、平日でだいたいそれぐらいです。土日になると300。粉はブレンドですね。2種類をブレンドさせてもらってます。1時間半から2時間ぐらい熟成してから取り出してで踏んでいくっていう作業をするんですけど、昆布、いりこで、後から鰹節を入れます。
かりんとうになります。きび砂糖をまぶして結構名物です。これ午前中で売れちゃうからすごい人気なんですよ。今日は煮卵、とろろぶっかけに大エビ天ぷらにかやくご飯です。大人気です。そうそう、あれはイラストレーター。それは300にお客さん来てもらわなあかんの。これがかけだしです。これが少し濃いめのぶっかけだしです。うどんの美味しさの秘密は何ですかっておばあちゃんに聞いた時に、うどんの美味しさの秘密はな、楽しく作って楽しく食べる雰囲気やって言うんですね。これもおばあちゃんの一つの教えで、それを本当に人に伝えたいっていうことで、うどん修行体験っていうのをやってます。もう今160回ぐらい行ってるんですね。まず2000人から3000人ぐらいの人が僕のお弟子さんになったっていうのがあるんですね。でそんな人たちにもね、見てもらえるような
見てもらいたいなと思ったり、また思い出してもらえるようなことになればなと思ってます。その人たちにも届くといいなって思ってますね。はい。ガイナの食材を作ってくださってる農家さんです。っていうかお隣さんです。つきたてやね。そうですそうです。取れたての分け木もらいました。そうですか。取れたて。自然薯、これもガイナで置くために作ってくださってます。地元の畑で採れた自然薯です。またよかったら美味しいです。おはようございます。おはようございます。ポカポと一個いちいちやな。畑ですか。畑。あ、店長さん。そう。はい。勝手に J ファームとかって名付けて、で先を米持ってきてくれた人が師匠で教わってるんです。ネギがないとかってなったら J ファーム取ってきますとかって言って、ここみんなチョキチョキって切りに行って取れたてのネギ出してます。葛西のところってどんなところだったりします？なんか葛西自体が穏やかというか、町自体がなんかのんびりしてるのかなっていう。ただいまから朝礼を始めます。社会の役立ちと考えて価値のある仕事をしていきます。ハキハキとした元気な声、ハキハキとした元気な声、ニコニコと明るい笑顔、ニコニコと明るい笑顔。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、よし、頑張るぞ。お願いします。修行最後の日にして仕事営業終わった時におばあちゃんに教えてもらったうどんを地元でうどん屋しますと。でガイナ製麺所のキャラクターのモデルになってほしいって言ってこれを作りました。ここがなかった頃にやるって決めて書いたものです。そこから3ヶ月後にこれを作ってガイナ製麺所オープンになったっていうことですね。たくさん修行中に言葉をいただいて、そしてこれ大事にするとともにこれの難しさにぶち当たりながらやってます。はい。おばあちゃんいつもうどん作りながらねブツ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 言ってるんですよ。美味しくなーれ美味しくなーれ美味しくなーれって言ってるんですよ。思いをうどんに伝えていく、お客さんの笑顔を作るんだって、食べてもらう人の笑顔を作るんだってやってました。こんな可愛らしい単語になるんですよ。これでポンポンっていつも叩いてました。ポンポンって大事なうどんなんですね。美味しくなるんだよって、この時に均等になるようにたくさんの量になりますんで。整えます。登場。押しながら伸ばしていく、透かし打ちっていうんですよね。修行最後終わる時におばあちゃんがこれ押してたるわって教えてくれたのが、うどんはうまくなったらこの幅でうどんが打てるっていうんですよ。どういうことかって言ったらこういうことなんですよ。この幅でこれ麺棒を回しながら手で揉んで下に叩きつけながらトン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 って打ちっていきます。これだと均等にして団子がこんなに大きくなりました。いきますよ。切るのがまた重みをかけすぎず粉を一個一個にまぶす、愛しい人の髪を溶かすような、そんな風です。うどんをさばくっていうんですけど、
ばいて一本一本に粉つけてさっとこんな感じで奥さっと手触り歯触り力加減これはなかなか出されへんです、まあ、よく沸いたところにやっぱ入れるうどんはこうほぐしながらパラパラパラとほぐす人と人とはくっついてもいいけどうどんはくっついちゃいかんで泳がせるそして麺はゆらゆら踊るように湯がきますいっぱいの釜玉うどんから始まりました全てそれから今これだけなってるんですねいっぱいいろんなことをもうできひんかったけども今こうやってメニューも増えてやれることも増えてやりながら学びましたうどんをね目で見て匂いで感じてみるで一番のいい状態っていうのが出てくるもう少しあと30秒だよって表面がふわっとしてきたら釜玉の時間だからねって言ってます10年付き合ってきたら聞こえてきだしましたこれがね50年やり続けるとどうなんねんって話じゃないですか何が次見えてくんねん聞こえてくんねん話しかけてくんねんって話じゃないですかそれが楽しみなんですよ程よく芯を残した状態を見極めるそして丼に入れる丼にすくい上げる一番いい状態ですくい上げるそしてこのうどんの美味しさを感動して僕はこれを地元から広げたいと思ってうどん屋になることを決めましたこれで笑顔になる人幸せになる人を作るんだって決めましたお湯切ります釜から揚げたてを丼にそのまま入れるものを釜揚げと言います一本一本が色合い箸の触り心地全てを吟味してここに今着丼卵にちょうどいい具合の熱を通したい半分割りますねそしてここに流し込むとろんと流し込むそして程よく表面に熱を加えるそしてネギをのせるネギここから始まった意外なうどん屋ストーリー釜玉ですいっぱいの釜玉から始まりましたこれをお届けしますどうぞじゃあこれをどうぞここにですね釜玉のだしを入れます 2,3 周これぐらい混ぜる、ね、そこにねよくね醤油がたまるんですよとここにですね好みで生姜混ぜて食べてくださいどうぞそれじゃあオーダーいきます釜玉ぶっかけ大丈夫になりました。お待たせしました。番号札25番でお待ちのお客様。釜玉のお代理は。はい。かけのお代理です。よかったら入り口のところに生姜と天かすあるんでトッピングしてください。ごゆっくりどうぞ。
よく来られます？週に2回ぐらいか多かったら3回やな。これはうまいわ、ほんまにおいしい。これね、ちょうど一度引き上げるので、昆布に入れる。見えました。これで笑顔になると幸せになる人を。お肉が2つと鶏天1つです。オーダーいきます。生鶏天3ついきますね。おい、肉茹で上げ待ちです。いや、はい、ございます。大盛りで。はい。オーダーお願いします。はい、釜揚げ大です。お願いします。番号札30番でお待ちのお客様、はい、お待たせしました。そのうどん自体が好きなんで、釜揚げとかぶっかけとかあんまり乗ってないやつが好き。釜揚げですね。はい。お願いします。ライナちゃんにしますね。ライナちゃんと。B やから。はい、お願いします。はい。上がります。3本2本。
これうどんをかけてください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、どうぞ。お疲れ様です。してください。よかったらね、後ろに生姜天かすあるんで、特にしてください。ごゆっくりどうぞ。学校楽しみやな。まさかのミス。はい、オーダーお願いします。はい、かけうどんです。いらっしゃいませいらっしゃいませ。はい、それじゃあ冷やいきます。さぬき盛りください。はい、お願いします。はい。2からいきます。はい。じゃあ、まだまだ。マキさん、ガイナ盛りがオール2入ってます。お願いします。ちなみに何を頼まれましたか？僕はガイナ定食。僕はガイナの肉うどん、かけうどんの特盛りを。特盛り。3玉ですよね。3玉です。はい、お願いします。お待たせしました。ガイナ定食、はい。はい。どうぞ。こちら卵かけ専用のお醤油です。これはガイナーセットですね。これにコーヒーがついてくるんですけど、卵かけご飯にぴったりです。子供から大人までみんな喜ばれます。はい、お待たせしました。かけうどんの特大。かけトップいきます。2個はまたですね。はい。お願いします。いや、初めてチャレンジします。いただきます。ずるっといけそうです。うまいですね。ありがとうございます。はい、お願いします。お
お待たせしました。番号札45番。ダイナモリ2入ってます。さっき焼いたっていい。これ柔らかい。たまたま2、3分後です。はい。意外なテンポだね。まあ休憩して2時間半ですからな。近くに用事がないけど、まあ食べに行こうか言ってくんだよね。はい。おエビスイトより数です。まずこれでお願いします。3匹やからご飯もらってください。はい、じゃあお願いします。きつね。2つともきつね。2つともきつねはい。真ん中に置きましょうか。はい、はい、はい、どうぞ。で、その分は、青豚の醤油。何歳です。そう食べますね。バイバイ。ありがとう。はい、ここでよろしいですか。はい。同じやつなんで。ありがとうございます。いらっしゃいませ。なんで。次はね、1、2、3、4、5。ちくわ青エビです。バタカマトップいきますね。
せ。来て2先行っときます。8番でお待ちのお客様いらっしゃいますか。給水をね、はい、これだそうですね。どうぞ。ありがとうございます。9番まで行きます。下取り点カットお願いします。はい、奥様取り点です。お待たせしました。番号札9番でお待ちのお客様。田舎大行きますね。ありがとうございます。早くのショーお願いします。山口さんかけてください。セイラちゃんオーダーお願いします。はい、お願いします。お待たせしました。番号札13番でお待ちの。めっちゃ多いですね。お待たせしました。25番でお待ちのお客様。葛西森です。はい、おかげお待ちください。私四国なんですね。こうコシのあるうどんが好きなんで。ただの味って感じですか。そうですね。おうどんがね。醤油の3玉。はい、お醤油。はい、17番でお待ちのお客様。はい、お待たせしました。温玉取り天です。おうどんが食べたいっていう感じ。どれぐらいかかりました？ 30分弱かな。ちなみに何を頼まれましたか？釜玉です。私も釜玉です。Aセットですね。はい、かやくご飯も美味しいのです。はい、おすすめです。おすすめです。私こう揚げたて熱いので気をつけてください。はい、どうぞ。はい、で。合計体重どれが多い？ありがとうございます。
外ね、これ。はい。外です。で以上です。卵お願いします。こちらね、このお醤油を2、3周おかけくださいね。ごゆっくりどうぞ。中にね、天かすのとこあるんで。ありがとうござはいい、ます。ごゆっくりどうぞ。私食べない綺麗やで。介護ご飯もすごい優しいね、味が。すみません、ありがとうございます。こんな田舎で本場の味が食べれるのが最高です。先輩みんなから教えてもらってできるようになったっていうか1年半か2年ぐらいはだいぶ時間かかりました。鶏天ダブルです。鶏天ダブルです。しますね。お待たせしました。バター釜玉です。このお醤油を2、3周、1、2、3ぐらいな感じでおかけください。
はい、お待たせしました。はい、つるつるです。あ、もう食べ説明と説明。今日の常連さんです。はい、こうちゃん。いやー食べてほしい。美味しかったね。ね、ありがとう。返してくれた。偉いな。いい。あれでガイナでは2歳までの子供にね、地が来たうどんを食べやすくしてサービスでお出ししてます。これここでもうどん好きのね子供たちたくさんなってくれたら嬉しいなと思って、小さい時から子供にうどんに親しんでもらえるようにサービスで出させてもらってます。ルイばあちゃんがうち泊まりに来たんですよ、修行中にね。おばあちゃんの教えでここでうどんやれって指さしたのがガレージだったんですよ。でうどんやってるうちにたくさん人が来てくれて、ここでやったのすごいなとか言うて、でもたまたまこれがあってからやれた地元で嫌いやったはずの場所なんですけど、そうやってうどんやり始めてから大好きになったんですよ。もうすっごいこんなうどんが美味しく食べれる雰囲気ってすごいなってなって、この土、田んぼ、畑、近所の人ありがとう。いつもありがとうございます。その僕の師匠であるうびばあちゃんがガイナばあちゃんって呼ばれてました。ガイナの意味は香川県の方言できつくてすごくてとんでもない、そんな意味があります。その言葉、香川の方言をいただいてガイナ製麺所って名付けました。何歳の時に23です。 23? 23です。20歳前後でテレビ出たらこの真ん中に行列ができるお店っていうのがやってたんですよ。それ何かって見てたらうどん屋やったんですよ。俺なれるわって思ったんですね。これはできるんちゃうかなって思って、そこから2年経って22ぐらいの時に香川県行ってで食べ歩いて一番美味しくて、じゃあもうここしかないなって決めたところが池上製麺所。家柄もない才能もないお金もない、お前はうどん屋やれって言うんですよそれがなんかねすごい嬉しかった。僕にもやれるものが見つかった。負けたらあかんって、それ幸せなうどん屋になるんだっていうことを決めてたんで、そのためにやってきて乗り越えてきたけども、めちゃめちゃそういうことがねなんかね愛しいんですよね。あの時の自分が頑張ったことを、負けたらあかんって続けれたことを、なんかそれを成長させてもらったな。だからどんなことでも結構今楽しめてる、幸せやなと思うことがほんまに多くなってる。人生そのものが本当宝物になってる。